前は孤独ではなく、選択しているのだ。お疲れ様です。会社員のひなたです。このチャンネルでは MBTI16 タイプの性格診断を通して、なぜ自分はこう感じるのかの理由を深く、そして心に寄り添うように解説しています。私自身も普段は社会人として働きながら、性格タイプの違いに悩んだ経験がたくさんあります。ひなたさんの動画を見ると、いつも私だけじゃなかったんだって思えるんです。でも今日はすごく気になるテーマで。ありがとう。それが私の一番の目標なんです。共感と深い考察であなたのなぜを解き明かす。それがこのチャンネルのモットーです。突然ですが、生きていてこんな不安を感じたことはありませんか？周りがどんどん結婚していく中で、私だけ一人、ランチを一人で食べることも多くて、周りの目が気になる。このまま友達0人で大丈夫なのかなって。まさに私のことです。SNS を見るとみんな楽しそうで、私は休日も一人で過ごすことが多くて、このままで大丈夫って不安になります。その気持ちめちゃくちゃわかります。でも実は INFJ の皆さんには特別な孤独力があるんです。今日はその秘密を19世紀の哲学者ニッチェの知恵も借りながら解説していきます。実は今日の動画、とても重要な内容になってます。もし将来への不安を感じている、一人でいることに罪悪感を感じるという人は、ぜひ最後まで見てチャンネル登録もお願いします。まず INFJ の孤独についてとても重要な区別をしたいと思います。それは仕方なく一人と積極的に一人を選ぶの違いです。多くの人は一人でいることを寂しい、かわいそうと思いがちですが、 INFJ の場合は全く違うんです。確かに一人でカフェで本を読んでいる時間って誰といるより充実しているんです。でもそれって変なんでしょうか？全然変じゃありません。それこそが選択的孤独なんです。 INFJ は質の低い関係よりも一人の時間を積極的に選んでいるんです。例えば職場の飲み会、みんなで盛り上がっているけれど表面的な会話ばかりで、 INFJ にとっては心が満たされない、むしろ疲れてしまう。だから自然と一人の時間を選ぶようになります。そうなんです。最近どう？元気？みたいな会話より、最近人生について考えることがあってみたいな深い話の方が心が動くんです。まさにそれです。 INFJ は魂レベルでのつながりを求めているんです。だから100人の知り合いより一人の真の理解者を選ぶ。これは決して消極的な選択ではなく、積極的で賢い選択なんです。ここで質問です。あなたも一人の時間の方が心地よいと感じることはありませんか？ぜひコメント欄で教えてください。でもなぜ INFJ は一人でいることに罪悪感を感じてしまうのでしょうか？それは現代社会の価値観に原因があります。現代社会では友達の多さ、 SNS のいいね数、結婚の有無、年収の高さ、こういう快適な基準で人を評価しがちですよね。そうですね。インスタを見ると同期がみんな楽しそうで、私の人生このままで大丈夫って不安になります。正直分かりすぎて辛いです。その不安よくわかります。でも実はこの価値観の正体について100年以上前にある哲学者が完全に見抜いていました。自分を世間の視線で見てはいけない。世間の評価など、すべてのものに偏差値をつけたがる悪意ある教師に過ぎない。孤独な人は本能的にその偽物の基準を見抜く力を持っている。自分自身の価値基準を持て、これこそが真の自由への道だ。ニッテ先生、ありがとうございます。まさにその通りで、 INFJ の皆さんは世間の偽物の基準を直感的に見抜いてしまうんです。だから友達が多いイコール幸せ、結婚しているイコール成功、いつも誰かといるイコール充実といった価値観に心の底から納得できないんです。確かに。なんでみんなそんなに表面的なことで満足できるんだろうって思うことがあります。それはあなたの感覚が正しいからです。 INFJ は本質を見抜く力があるんです。だから世間の基準に合わせる必要なんて全くありません。では INFJ が求める理想的な人間関係とはどのようなものでしょうか？ここで重要なキーワードは開放的な関係です。一般的な友達関係って実は結構ストレスフルなんです。空気を読む、相手に合わせる、評価される。 INFJ はこれらから解放してくれる人を本能的に求めています。わかります。最近どう？本当のところで本音で聞いてくれる人の方が表面的な挨拶より100倍安心できます。そうなんです。 INFJ が求める開放的な関係にはこんな特徴があります。ありのままを受け入れてくれる、深い対話ができる、互いの成長を喜ぶ、コントロールしようとしない、本音で語り合える。例えば最近キャリアで悩んでることがあって本音で相談できる関係、この本読んで考え方変わったなって深い話ができる関係、そういう関係こそが INFJ にとって価値があるんです。確かにそういう関係の方が大切に感じます。お互いの成長を支え合える関係の方が表面的な付き合いより価値があると思うんです。まさにその通り。そしてこういう関係は数ではなく質なんです。だから INFJ は自然と少数の深い関係を築くことになります。
これは決して友達が作れないからではなく、質を重視した結果なんです。皆さんも開放的な関係を体験したことありますか？どんな人との関係でしたか？コメントで教えてください。そして INFJ の最大の強みが創造的な孤独を活用する力です。多くの人は一人でいると寂しい、つまらないと感じがちですが、 INFJ は違います。一人でカフェで本を読んでいる時間ってすごく充実してます。誰にも気を使わず自分のペースで考えたり感じたりできる時間って本当に贅沢だと思うんです。まさにその通り、 INFJ にとって一人時間は単なる暇つぶしではなく、創造と成長の時間なんです。読書で新しい世界に出会う、音楽で感情を整理する、創作で内面を表現する、深く考えて自分を理解する、将来の夢や目標を書く。例えば通勤中の読書時間、休日のカフェでの試作時間、夜の散歩での内省時間、これらの時間こそが INFJ の創造性や自己理解を深めている形成なんです。幼児の積み木で遊ぶとき、大人が手伝おうとすると嫌がりますよね。あれと同じで INFJ は自分の力で何かを創造することに深い喜びを感じるんです。確かに一人の時間があると自分のことがよくわかる気がします。私は本当は何がしたいんだろう、どんな人生を歩みたいんだろうって。それこそが自己実現への道なんです。多くの人が外的な刺激に依存している中で INFJ は内側から湧き出る創造性を活用できる。これって実はものすごい能力なんですよ。では INFJ の皆さんはこの孤独力を生かして自己実現していくにはどうすればいいでしょうか？思い切ってやってみろ。最初の一歩は誰にとっても危険だが、とにかく踏み出さなければ始まらない。君たちは孤独ではない。自分の道を選んでいるのだ。それこそが真の勇気なのだ。ニーチェ先生の言う通りです。具体的な実践方法をお伝えしますね。特に重要なのは無理に群れる必要はないということです。職場の飲み会も合わないと感じたら参加しなくていい。その代わり1対1でじっくり話せる関係を大切にする。なんだか一人でいることが恥ずかしくなくなってきました。むしろ自分の強みだと思えるようになりました。 INFJ の皆さん、最後にこのことを心に刻んでおいてください。あなたの孤独は選択された強さです。多くの人が表面を泳いでいるとき、あなたは深海を探検しています。多くの人が群れているとき、あなたは自分だけの道を歩んでいます。それは時として孤独かもしれません。でもその孤独はあなたの本物を求めているからこそ感じるものなんです。脱しない蛇は死ぬ。変わることを恐れるな。君たちの孤独力は実は最高の成長エンジンなのだ。自分の自由を誰にも殺させない。一人でいることは恥ではない。それは君たちの誇り高い選択なのだ。孤独で不安を感じている INFJ の皆さん、まだ間に合うので発信してください。あなたの孤独力はこれからの人生を豊かにする最高の武器なんです。心が軽くなりました。自分を責めるのではなく受け入れることから始めてみます。世界のどこかにあなたと同じように深く感じている人がいます。この動画を見ている人の中にもきっといるはずです。あなたは一人ではありません。同じような体験をした方、この動画を見てどう感じたか、ぜひコメント欄で体験談を教えてください。このチャンネルでは今後もこんな風にあなたの心に寄り添いながら MBTI16 タイプの深い解説をしていきます。それではまた次の動画でお待ちしてます。お疲れ様でした。